メンテナンスのネタになるリールがたくさんありますが、台話は当分後です。残る島の3台は友人から預かりましたので、そちらを優先します。その中でも今回はこちらをやります。この22年モデルのカルカッタコンクエスト XG ですが、池に落としてしまったようです。池に落ちたリールを触るのは初めてです。ハンドルを回すと少し音がしますが、メタルボディならこんなもんかなって気はしますし、簡単にチェックした限りは問題を感じませんでした。ただ内部の状態は結構すごいことになってました。落とした後はすぐに使用を中止した方がいいです。実際に落とした直後はクラッチが降りずにシャリシャリになっていたみたいです。今は普通です。では分解します。分解と組み立ては動画に残しておりますので、22年のカルカッタコンクエストのメンテナンスなどされる方の参考になれば幸いです。今のところ若干汚いぐらいです。スタードラグを外すと早速変なゴミが出てきました。土のような何かです。ジャリジャリします。この時点でいい予感はしてません。ここのダメージは池に落としたのとは全く関係なく、分解時に無理やり外した結果でしょうね。先ほどの異物は内部まで入ってました。この異物は何ですかね。想像以上の異物が入ってました。しかも結構硬いです。いろいろ削れてもおかしくありません。とりあえずギアに大きな損傷はありませんでした。とは言っても多少はダメージがあると思います。動作は不思議なほどに問題ないです。小さな金属の破片が出てきましたが、気にしないことにします。カルカッタの一部であることは間違いありません。レベルワインドの E リングを外すのはやめました。というか外せないです。今まで触ってきたリールの E リングと比べて隙間が非常に狭く簡単に取れません。
無理すると壊れそうなので、この部分はこのまま洗浄します。レベルワインドは外せませんでしたが、他の部分はほぼ全部分解します。あれほどの異物が内部に入っていると、どこに何が侵入しているか心配です。分解した部品は徹底的に洗浄するために全て行います。洗浄はいつもの洗浄液です。汚れを溶かしている間はベアリングなどはシマノの洗浄液を使ってみました。友人から一緒に渡されたので使ってみましたが、普通のパーツクリーナーとの差が分かりませんでした。放置しただけでは完全にきれいになりませんので、ブラシも使います。この時点で結構細かいゴミが浮いてます。さらに超音波洗浄機もかけることできれいになりました。ここまですれば異物の心配はありません。あとはグリスアップやオイルを足して組み立てて普通に動作するかです。残念ながらクラッチのシートの一部が削れてました。ここは無理やり動かした痕跡でしょうね。幸い使えそうなので、めくれ上がった部分だけカッターで取り除いて再利用します。オイルもシマノを使ってみます。特に使いやすいとか全然ないですが、分解せずにメンテする場合はノズルがあるのはメリットかもしれません。ただエアゾールの時点で無駄は多くなる気がします。グリスもシマノを使ってみました。これは普通に使いにくいです。いろいろ飛び散るし、結局ハケで塗り広げてます。ここまで分解した場合は必要ないですね。ちなみにアンタレスにも使っているらしいですが、スプレータイプの時点で鉱物油じゃないでしょうか。アンタレスほどのフラッグシップなら化学合成油使っていてもいいと思うのですが、事実はよくわからないので深掘りはしません。このカルカッタはほぼ全てのビスにネジロックが塗布されていました。分解好きの人を泣かせる仕様ですが、商品としては非常にいいこだわりです。
相変わらずクラッチ周りの組み立ては面倒ですね。やはりこの部分は不具合ない限り分解しない方がいいです。組み立てのコツとしては、はまったと思ったら手を離さずすかさずクラッチ間毛細板を取り付けることですかね。油断するとすぐにバネの力で部品がバラバラになって飛んでいきます。このスタードラグの取り付けは注意が必要です。一度ノブがギアの太いところまで回さずに入るのを確認してから回してください。そうしないとこのリールみたいに音出しの板が削れてしまいます。完全に削れると最悪中で空転して音が鳴らなくなる可能性があります。ハンドルはシムを抜いたら非常によく回って巻き心地が良かったのですが、クリアランスが大きく片付けが気になったので結局シムは戻しました。無事に仕上がりました。徹底的に洗浄したので当然外観は綺麗です。今回洗浄とグリースアップのみしか行ってませんので動作はしているものの、あれほどの異物が入っていたならダメージはあると思います。巻いた時の音は若干解消されたかなって感じです。細かいことを気にしなければ問題ないと思いますので、このまま使ってみて完全に調子が悪くなったら部品交換ですかね。幸い致命傷はなかったので長く使えることを願います。